こんにちは。シラの日本語ポッドキャストへ来てくださりありがとうございます。シラです。今日はいきなり少し本題に入るのですが、皆さん前回のタメ口のポッドキャスト聞いてくださりましたか？もし日本人の方がこの前回の日本語ポッドキャストを聞いてくださっていたら、少し分かった方もいらっしゃるんじゃないかなと思うのですが、タメ口でお話しすると、私標準語でお話しするのが少し苦手なんですね。こういう風に敬語でお話ししていると、ほとんど標準語でお話しできているんじゃないかなと思うのですが、なんでタメ口になると標準語は急にできなくなるのか。そしてじゃあどこの地域の言葉をお話ししていたのかと言いますと、私は関西という地域の出身で、関西弁を普段使っています。そうなんですね。なので前回のタメ口のポッドキャスト、少し理解が難しかったり、なんだか聞いたことがあるようなないような、少し難しい、理解ができないと思った方ももしかしたらいらっしゃるんじゃないかなと思って、次の動画は関西弁についてのお話にしようと思いました。関西弁というのは関西という地域で使われている方言のことなのですが、皆さん関西弁や方言聞いたことありますか？関西の中で皆さんが一度は聞いたことがあるんじゃないかなという都市は大阪ですね。大阪は関西という地域になります。大阪以外にも京都や兵庫県、和歌山や奈良、滋賀、三重県は一部中部地方だったりというちょっとややこしい部分にはなるのですが、三重県も一応関西とされています。日本語のお勉強、標準語だけでもとっても難しいのに、方言、その地域でよく使われている言葉やイントネーションなどを勉強するのはとっても難しいかなと思うのですが、一つや二つ簡単なものだけでも知っておくと、日本人とお話しするときや関西の人とお話しするときに、関西弁までわかるの？方言まで知ってるの？すっごい日本語めっちゃ上手だねって言ってもらえる機会が増えるんじゃないかなと思います。特に方言を使っている私としては、外国の方、日本語できるだけでもとっても素晴らしいなと思うのですが、関西弁をお話ししてくださると嬉しさがさらに増して大きくなることももちろんあるのですが、なんだか急に距離がぐっと近くなるような感じもします。なので今日は関西弁についてお話ししていこうかなと思うのですが、皆さんも今日からすぐに使えるような簡単な関西弁もお伝えするので、ぜひ一つだけでも覚えてくださったら、今後の日本語勉強もっともっと楽しくなるんじゃないかなと思います。ということで、今日も日本語のポッドキャスト始めていきたいと思います。
ぜひリラックスしながら最後まで聞いてくださると嬉しいです。今日もよろしくお願いします。シラの日本語ポッドキャスト。はい、ということで関西弁についてお話をしていきたいと思います。標準語と方言、特に今日お話しする関西弁、何が違うのかと言いますと、大きく分けて3つくらい違いがあるかなと思うのですが、1つ目はイントネーションが違うかなと思います。例えば、今日雨が降るとします。なので、今日は雨が降ります。今日は雨が降ります。こういう風にお話しするときあるかなと思うのですが、今日は雨が降ります。これが標準語だとすると、関西弁は関西のイントネーションでお話しすると、今日は雨が降りますという風に話している言葉、文章で見ると同じなのですが、イントネーションが少し違いますよね。そのイントネーションの違いと、二つ目は文章の語尾が少し変わります。お話ししている最後の部分が少し変わるんですね。どんな風に変わるのかというと、さっきと同じ雨についてのお話をまたしていこうかなと思うのですが、昨日雨降ったんだよね。こんな風にお友達にお話しする時があるとします。昨日雨降ったんだよね。これが標準語だったとすると、関西弁でお話しすると、昨日雨降ったんよね。昨日雨降ったんよね。こんな感じでイントネーションも少し変わってくるのと、語尾もだよねから降ったんよねとか少し変わります。このイントネーションや文章の最後、言葉の最後の部分が変わるというのは少しだんだんお話ししていくうちに覚えてきたり慣れていくことかなと思うので、いきなり今日すぐに覚えたり練習するというのは難しいかなと思います。なので、先ほど大きく分けて3つ方言、関西弁には特徴があるかなとお伝えしたと思うのですが、イントネーションと文章の最後ですね。文末が少し変わるということと、3つ目は実際に関西だけで使われているようなフレーズ、言葉、単語というものもたくさんあります。こういったものはいつも日本語を勉強するときに単語を覚えるような感じで、今日1つ2つでも覚えてくださったら、今日からすぐに使える表現になっているので、これを今日は皆さん少しだけでも覚えてくださったら嬉しいなと思います。早速1つ目に行きますね。日本の人とお話しするときに、日本の人が皆さんに日本はこういう文化なんだよねとか、日本ではこういう食べ物があるよとか、日本ではこのお店すっごく人気だよとか、いろいろな日本の文化や特徴についてお話ししてくださる機会があるかなと思うのですが、そんな時に使える関西弁が実はあります。普段皆さんが
日本人の人とかお話ししているときに、新しいこととか少し驚いたとき、知らなかったことを初めて教えてもらったときに、本当ですかとか、本当というふうに話すことがあるかと思うのですが、これは標準語の表現で関西弁は似てるのですが、少し違う単語があるんですね。それが、ほんまに？ほんま？です。これです。本当にが関西弁に変わると、ほんまに？とか、にをなくしてもらって、ほんま？とか、これだけでも OK です。なので、もし日本の旅行で関西の地域、大阪などに来てくださったとき、大阪に住んでいる人とお話しすること、もしかしたらあるんじゃないかなと思うのですが、そんな時に、大阪ではたこ焼きすっごく美味しいんだよって、大阪の人が、大阪のたこ焼きめっちゃ美味しいねんで、こんな風に関西弁で教えてくださったとします。そんな時に、ほんまに？ほんま？と言ったら、これ関西弁バッチリ使えてる表現になります。ですが、このほんまに？ほんま？はタメ口の表現になるんですね。なので、初めて会う人とは基本的に敬語でお話しできるとバッチリかなと思いますので、ほんまですか？こんな風に言ってくださったら敬語の表現バッチリ使えてるので、関西弁も勉強してるんか、方言までわかるんか、理解しているんだ、勉強しているんだというふうにきっと驚いてくれるんじゃないかなと思います。ほんまですか？ほんまですか？ほんまに？ほんまに？ほんま？ほんま？こういうふうにお話ししてくださったらバッチリです。皆さん一回練習してみてほしいなと思います。次、2つ目お話ししたいと思うのですが、これもとっても使える表現になっています。実際に日本で住んだりしなくても旅行とか言語学習のアプリとか SNS とか関西の人とお話しするときに使うとすっごく喜んでもらえるんじゃないかなと思う表現、関西弁がもう一つあります。それはめっちゃという言葉です。これはとてもとかすごくと同じ意味になるのですが、例えば関西に来てお好み焼きとかたこ焼きとか抹茶とか関西で有名な食べ物を食べたとします。その時とかに、これとても美味しいです、これすごく美味しいです、こんな風に言ってくださってももちろん OK なのですが、すごくとかとてもを関西弁に一言変えるだけでとっても上手に関西弁が使えてるように聞こえます。なので何か美味しいものを食べた後は、これめっちゃ美味しいです、めっちゃという単語を一度使ってみてほしいなと思います。とても、すごくの代わりにめっちゃという単語を使ってくださったら
バッチリです。これめっちゃ美味しいですね。これめっちゃ美味しいですね。こんな風に使ってくださったらバッチリです。100点です。そして3つ目に行きたいのですが、これはとってもいいねということを表す表現が関西弁にもあります。何か感動的なものとか面白いものを見たとき、これとてもいいね、すっごくいいね、こんな風に表現をしたいときあるんじゃないかなと思うのですが、こんなときにいいねという代わりにええやん、ええやん、このええやんという単語が関西弁になります。なのでお買い物を例えばしていたときに、これいいね、この服いいね、こんな風に言いたいとき、関西弁だとこれええやん、ええやん、こんな風にお話しします。これ先ほどお伝えしためっちゃ、とてもとかすごくの意味で使うめっちゃという単語と組み合わせて使うこともできます。なのでとっても可愛いお洋服見つけたとします。そんな時にこの服とってもいいね、すごくいいね、こんな風に言ってくださってももちろん OK なのですが、これを関西弁で先ほどお伝えした2つの単語を組み合わせて使ってみると、これめっちゃええやん、この服めっちゃええやん、こんな風にお話しすることができます。どうですか？思ったより長くないし、すぐに使えるかなと思うのと、とってもよく使う表現なので、ぜひこの3つ練習してみてもらえたら楽しいんじゃないかなと思います。そして最後に少し、これは覚えておいてほしいフレーズというよりかは、関西人の特徴みたいなものをお話ししたいなと思うのですが、関西の人は特に誰かとお話ししていて何かを教えてあげることがあるとします。例えば、私の家の隣にマクドナルドが来月できるらしいよとか、来月マクドナルドが何日にオープンするんだって、こんなお話をしていたとします。私のお家の隣にオープンするんだよとか、何日にオープンするんだよ、お店が始まるんだよということをただお話しすればいいのですが、関西の人たちは 100% 確信できないことは、あなたが間違えたことを言ったよね、こんな風に言われるのを苦手というか、少し嫌だなと思う人がたくさんいます。なので来月、次の月にマクドナルドが私のお家の隣にオープンするらしいよとか、お話しした後に必ず知らんけどと言います。これはわからないけどねみたいな感じで文章の最後につけて使います。この知らんけど
わからないけどねという意味の知らんけどをつけることで、私は 100% これが正解だと思ってお話ししていないよとか、私も調べたわけじゃないけどね、本当かわからないけどね、こんな風に使っている表現になります。この知らんけど、わからないけどねという表現は関西の人とってもよく使うという風に他の地域の方からも有名な表現にはなるのですが、皆さんの国にも似たような表現ありますか？もしあればどういった意味で使うのかとか教えてもらえたら嬉しいです。はい、ということで今日は関西弁、方言についてお話ししてみました。いかがだったでしょうか？方言、この関西弁については少し難しいかなと思って、でも私自身関西出身なので、この関西弁についてのお話いつかしたいなと思っていて、今日お話ししてみたのですが、どうでしたか？難しかったですか？ぜひ動画の感想、コメントで残してくださると嬉しいです。そして先ほどお伝えしたほんまですか？とめっちゃとええやん、この3つの表現一つでも覚えてくださったら、関西人の私としてはとっても嬉しいなと思います。このポッドキャストではこれからも自然な日本語でゆっくりと日常的なことや日本の文化についてお話ししていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をして次回以降も聞いてくださると嬉しいです。今日も最後まで聞いてくださった方、本当にお疲れ様でした。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。シラでした。